今起きている押し戻りというのはどの時間軸で発生しているのかという視点がないと思ったより利益が伸びていかないということになってしまいます。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、ロールリバーサルと押し戻りの見極め方。ロールリバーサル、リターンムーブと言ったりもしますが、この現象が発生する理由をはじめ、利益をできるだけ伸ばすための押し戻りの見極め方を解説します。今回の動画の一番重要なポイントは、押し戻りと時間軸の関係です。ここを徹底的に解説していきます。ロールリバーサルという値動きの特徴は知ってる人も多いと思いますが、ロールリバーサルでエントリーしてもすぐに逆行して損切りになってしまったり、縦値に戻ってきてしまってなかなか利益を伸ばせないという方は、今回お伝えする視点が抜けているかもしれませんので、動画の内容をぜひ参考にしてみてください。ロールリバーサルはご存知の方も多いと思いますので、簡単におさらいだけしておきますと、例えばこのような水平線が存在していたとします。このように複数回ですね、反発の起点となったサポートラインというのが存在していたとして、そのラインを一旦割ってきた後にですね、元のラインまで価格が戻ってくる現象のことを言います。またトレンドラインを対象にした場合も同様で、このようにトレンドラインを一旦ブレイクしてきた後に、その後トレンドラインの付近まで価格が戻ってくる現象のことを言います。場合によってはですね、この右側に書いてあるように移動平均線を一旦抜けてきて、再び移動平均線のところまで価格が戻ってくる現象をロールリバーサル、またはリターンムーブというふうに呼ぶ方もいると思います。ではなぜロールリバーサルのような現象が発生するのかという点について、水平線のロールリバーサルを例にとって説明していきたいと思いますが、この点については市場参加者のポジションに注目すると分かりやすいと思います。このように複数回反発してサポートラインとして認識されているラインがあったとします。で、反発が起きているということはそこに買い手が存在するということになりますので、このようにラインを下に抜けてくると、こういったところで買い手として参入していた市場参加者は含み損の状態になります。で、もちろんこのラインをブレイクしてきたところで損切りの逆差し値注文を置いているような勢力はすぐに損切りになっているんですけども、損切りの逆差し値注文を置かないで取引している勢力を言いますので、そういった勢力というのはこのように価格が戻ってきたところで一旦発生した含み損が減少もしくは縦値付近に戻ってくるのに伴って、こういったラインの付近まで価格が戻ってきた時にはその含み損の解消が起きやすいことになります。つまりこういったところで買っていた勢力の含み損の解消ですので、買い手の決済注文、つまり売り注文ですよね。ですのでこういったライン際まで戻ってきたところでは、そういった買い手の手仕舞いもあって、こういったところから再び反落する動きが出やすいということになります。それではここまでのお話を実際のチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートはユーロドルの4時間足、2023年6月のデータを表示しています。今チャートに赤の水平線で示したように、レジスタンスラインが存在する場面です。ここの高値と、ここの高値と、ここの高値で3点頭を押さえられている状況です。この後の動きを見ていきましょう。ちょうどここの部分を見ていただきたいんですが、今このレジスタンスラインを上にブレイクして、再びこのラインのところまで価格が戻ってきてからこのように反発が起きていることがわかると思います。レジスタンスラインが存在するということは、そのラインを背に売っている勢力がいるということにもなります。はい。例えばこういった部分の下げの動きや、こういった部分の下げの動きというのは、このレジスタンスラインを背に売っている勢力がいるというふうに見ることができます。今チャート上にインジケーターを使って、この青のラベルで表示したスイングハイとオレンジのラベルのスイングローを表示してるんですが、実はこのインジケーターは損切り注文も表示することができます。試しにちょっと表示をしてみたいと思うんですが、このインジケーターの設定画面開いていただいて、ここの部分ですね、ここの2つのチェックボックスをオンにすると、このような形で、今この薄いピンクと薄い緑で帯のようなものが表示されていると思います。これがだいたいこの辺りに損切り注文が置かれているということを推測した表示になっています。例えばこの高値の付近だったりとか、この高値やこの高値の付近には売り手の損切り注文が表示されているということですね。そしてこの手前の下降トレンドの部分の動きを見ていただくと、この部分ある程度値幅下がっているということもあって、トレンドの初期の方から参加していた売り手の勢力というのは、このレジスタンスラインの付近までストップロスですね、損切り注文をすでに移動しているということも考えられます。加えて今度ここの部分見ていただきたいんですが、ここの部分はすでに安値を切り上げ始めています。つまりこの手前の部分の下降トレンドは一旦終了したということになりますので、そういった状況の中でこのレジスタンスラインを上にブレイクしてきたということで、このレジスタンスラインを背に売っていた勢力というのがポジションをどんどん手放し始めるために、このように反発する動きにつながりやすいということが挙げられます。このインジケーターは概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひ使ってみてください。はい。それでは次に今回の動画のテーマである利益を最大化するためにどのようにロールリバーサルを使って押し戻りを見極めるのかという点について解説をしていきたいと思いますが、この時重要なのが冒頭でもお伝えした時間軸という観点になります。チャートはユーロドルの15分足、同じ2023年6月のデータを表示しています。赤のラインがレジスタンスラインとなっています。この後の動きを見ていきましょう。今ここで15分足がこのレジスタンスラインを突破してきたことがわかります。
はい、そしてここで一旦レジスタンスラインまで押しを形成して、そこから反発の陽線が出始めました。はい、このようにですね、ロールリバーサルを経て、そこから反発の動きが出ているということがわかると思います。続きの動きを見ていきましょう。はい。その後の動きなんですが、このような形で上下に揉み合うような展開となっています。これ仮にですね、このレジスタンスラインを突破して、ラインまで再び価格が戻ってきたところでエントリーしたというふうに仮定しましょう。で、その後反発して、ある程度含み益が乗ってきたので、例えばこういったスイングローのポイントにストップロスをですね、移動して、ホールドしてたり、なんかすると、その後のこの揉み合いの動きによって、縦値で切らされてしまうということにもなりかねない動きです。一つ下のこのスイングローにストップロスを移動していた場合も、ここの部分の下げの動きで、おそらく縦値で切らされてしまうということにもなりかねない場面かと思います。このようにですね、レジスタンスラインを突破して、ロールリバーサルが発生したところでエントリーして、利益が大きく伸びていくことを期待したんだけども、このような揉み合いに巻き込まれてしまったり、縦値まで戻ってきてしまった、損切りになってしまったというような経験をされた方って結構いるんじゃないかなというふうに思うんですが、なぜこのような現象が起きてしまうのかというと、実はこのレジスタンスラインですね、先ほど一つ前の例で見た4時間足のレジスタンスラインなんです。もう一度ですね、冒頭で紹介した4時間足のチャートを見ていきたいと思うんですが、先ほど15分足で見た揉み合いの部分というのはここの部分に該当します。このレジスタンスラインは4時間足で認識されるレジスタンスラインであるということがわかると思います。で、4時間足のレジスタンスラインであるということは、それがブレイクしたかどうかも4時間足で判断しなければいけません。そして4時間足でブレイクした後は、このように4時間足レベルでロールリバーサルが発生し、そこから再び大きく伸びていっているということがわかると思います。もう一度15分足の方に戻ってきたんですが、今回ラインを2本追加しています。青の縦線が1時間足でこのレジスタンスラインを超えてきたタイミング。紫の縦線が4時間足でこのレジスタンスを超えてきたタイミング。つまり真のブレイクということですね。を表しています。はい。で、これを見ていただくと、レジスタンスを超えてきた後に、各時間軸で押し戻りの動きが出ているということが分かっていただけると思います。試しにですね、1時間足の方を見てみましょう。はい。今、1時間足の方に切り替えたんですが、この青の縦線のところに注目をしてください。この青の縦線の一つ前のローソク足で、このレジスタンスラインを突破してきました。そしてそこから、再びレジスタンスラインのところまでロールリバーサル押し目形成を経て、そこから反発の動きが出てます。ただその後の動き見ると、このようにレジスタンスラインにですね、へばりついたような動きが続いているということがわかると思います。で、これはなぜかというと、ここの紫の縦線のところで4時間足の真のブレイクが発生して、そこから4時間足レベルのロールリバーサルが発生しているために、この1時間足レベルで見ると高値更新が止まっているということになります。はい。で、もちろんですね、この4時間足のレジスタンスラインを1時間足で突破した後に、このまま1時間足レベルで高値を更新していくという動きになることもあるんですが、その場合もいずれかのタイミングで4時間足のロールリバーサルが始まるというような値動きをすることは非常によくあります。ですので、この時間軸ごとに押し戻りが発生するという視点は非常に重要な視点となります。はい。もう一度15分足に戻ってきました。ここまでの流れを振り返ってみたいと思います。まずこの4時間足のレジスタンスラインに対して15分足がラインを突破します。そして15分足でロールリバーサルが起きて反発が起きます。はい。で、その次に1時間足レベルでもこの4時間足のレジスタンスラインを突破する動きが出て、そこから1時間足レベルのロールリバーサルが発生。はい。そして4時間足でこのレジスタンスラインを突破、つまり真のブレイクが発生して、そこから4時間足レベルのロールリバーサルが起きて高値を更新する動きにつながるということになります。このように見ていくと各時間軸ごとに押し戻り、ロールリバーサルが形成されているということがわかると思いますが、どのロールリバーサルが一番利益を伸ばせる可能性が高いというと、4時間足のレジスタンスラインを4時間足でブレイクして、そこから4時間足のロールリバーサルが発生した後のここの部分の動きですね。ここの部分が最も利益を伸ばす可能性の高い値動きということになります。はい。で、今お伝えしてきたことを分かっている人というのはですね、15分足レベルで一時的にこのレジスタンスを超えてきて、ここの15分足で超えてきた部分の動きというのは何回もお伝えしている通りブレイクではありません。今回の例では4時間足でブレイクを判断すべき局面なので、ここを15分足で一時的に超えてきたところはブレイクではないんですが、いずれにしてもですね、15分足で一時的にレジスタンスをこのように超えてきて、15分足レベルのロールリバーサルが起きたところから一時的な反発を狙ってロングをしたとしても、4時間足でのブレイクが起きれば、今度は4時間足レベルの押し目形成が始まるので、その前に決済するということができるんです。はい。ただ一方で、今回お伝えしてきたような節目ラインの時間軸の概念と、各時間軸での押し戻りの概念がない人というのは、15分足の値動きのロールリバーサルを見て、ここからぐんぐんと高値を伸ばしていくと
いうことを期待してしまうということになりかねません。で、今回の場合であれば、このような揉み合いに巻き込まれてしまうということになってしまうということですね。で、こういうことを経験してしまう大きな原因は、時間軸の欠如と押し戻りが時間軸ごとに起きるということを知らないためということになります。で、ここは最も重要なんですが、今起きている押し戻りというのは、どの時間軸のラインに対して、どの時間軸で発生しているのかという視点がないと、今回紹介したように思ったより利益が伸びていかないということになってしまいます。本来押し戻りを測るべき時間軸と異なる時間軸で見てしまっているということです。今度はトレンドラインのロールリバーサルの例を見ていきたいと思います。チャートはユーロドルの日足2023年5月のデータです。このように赤のラインで示したトレンドラインが引ける状況となっています。はい、ここ1、2、3、4、5点ですね。5点反応しているトレンドラインです。この後の動きを見ていきましょう。はい。このようにですね、トレンドラインをブレイクする動きが出ました。そして戻しを形成し始めましたので、この日足のトレンドラインのブレイクに対する日足のロールリバーサルが始まったというふうに見ることができると思います。一旦4時間足の方に切り替えました。ここの部分に注目をしてください。ここの部分も4時間足でこの日足のトレンドラインを一旦下に突破した後に、ロールリバーサルを形成して反落の動きにつながっているということがわかると思います。そしてトレンドラインを日足レベルでブレイクして、今はそのロールリバーサルが日足レベルで起こっているという状況ですね。ここの部分の動きを先ほどと同様にですね、さらに細かい15分足で見ていきたいと思います。はい、今15分足の方に切り替えたんですが、15分足の方を見てもですね、このトレンドラインを突破した後にロールリバーサルを形成して反落するという動きが出ていることがわかると思います。ただその後の様子を見ると、これは一つ目の例で紹介したのと同じように、この辺りで揉み合いのような様相を呈していることが確認できると思います。はい。で、これはなんでこういう風になってしまっているのかというと、ここに紫の縦線で示したように、このタイミングというのが4時間足でこのトレンドラインを突破したタイミングになります。ですので、その後4時間足レベルのリターンムーブが形成されているので、それなりの時間をかけて戻しを形成し終わるまではなかなか下がっていかないということになります。もう一度日足の方に戻ってきました。このトレンドラインブレイクしてですね、戻しを形成したところで少し陰線が出始めましたので、戻り売りが入り始めているのかなというふうに見ることができると思います。はい、それではこの後の動きを追っていきましょう。はい、今回はこのように直近の高値を超えてきてしまいましたので、このリターンムーブを待って売りを仕掛けていた場合は損切りをしないといけない場面ということになります。ではなぜ今回はこのような結果になったのかっていう点をですね、少し振り返っていきたいと思うんですが、今回注目するべき動きというのはこの動きだと思います。はい、今この緑の折れ線で示したこの動きですね。で、ここの部分の高値を見てもらいたいんですけども、直近のここのスイングハイをブレイクしてます。で、ここのブレイクはローソク足の実体でブレイクしてますので、ヒゲであろうが実体であろうが、どちらの見方で見ても高値を更新した動きということが言えます。はい、そしてもう一点なんですが、ここの高値が直近の高値を更新したということは、この緑の値動きの単位で見ていくと、ここの安値というのが押し安値ということになります。はい、今ですね、スイングローはもう少し細かい単位で表示してるんですけども、これ相場見てる人の中にはですね、この緑の波の単位で相場の動きを追ってる人もいるわけで、その人から見ればここの安値というのは押し安値になるわけです。で、押し安値の近くまで価格が下がってくると、押し目買いが入りやすい、反発の動きが出やすいというのは、こちらの動画の中でもお話ししている通りです。はい、ですので今回はこの直近の高値を更新した後の下がってきたところということで、押し目買いの動きが入って、その動きが売りよりも優勢になったためにこのような形になったというふうに見ることができると思います。はい。ですので、トレンドラインを割ったので、ショート、ロングを狙うという考え方はいいんですけども、その前提となるのがやはり環境認識。今回の場合で言うと、ここの高値更新の起点となった安値というのがここに控えている状態ですので、その環境認識を踏まえて判断をするということが重要になります。ここまでお話ししてきた内容を図に整理するとこのような形になります。青のラインを1時間足のサポートライン、ローソク足1本1本も1時間足のローソク足というふうに見てください。1時間足に対するロールリバーサル、押し戻りですので、このラインを1時間足でブレイクしてきたところ、つまりここのポイントですね。ここのポイントからの押し戻り、ロールリバーサルを見極めないといけないので、今回はここのローソク足からの動きというのが見極めるべきロールリバーサルになりますが、ただ一方でこの真ん中のローソク足に注目をしてもらいたいんですが、ここの1時間足のローソク1本の中を5分足の動きとして表したのがこのグレーの折れ線になります。
はい。で、5分足の動きを局所的に見ていくとですね、この1時間足のラインを一時的に5分足で越えたところで、このようにロールリバーサルが発生して反落していくということはありますが、ただ1時間足でこのラインがブレイクできないということになると、5分足の動きというのは最終的にはこのような形になって、ちょうどこの青のラインのところで1時間足のローソク足が下髭をつけるというような動きになります。ですので、例えばこの5分足を見ていて、このラインを越えてロールリバーサルが発生したというふうに思っていても、ここのラインがそもそも1時間足のラインだという視点がないと、こういうふうにロールリバーサルで戻ってきたところから入ったとしても、その後すぐに担ぎ上げられてしまうということになりかねないということですね。はい。ではなぜこのような時間軸ごとの押し戻りの動きというものが出るのかという点なんですが、これは各時間軸ごとに主役となるプレイヤーが存在するからということになります。例えば5分足を主戦場として戦っているプレイヤーからすれば、この青のラインを5分足のサポートラインとして捉えて、こういうところから買いで参入してきているプレイヤーがいるということになります。ですので5分足で一時的にこのラインを下に割ってくると、この部分の反発で買い手として参入していた勢力のポジションの決済が起きて、このようなローリバーサルが発生するということになります。はい。ただ一方で1時間足の世界で生きている勢力からすれば、ここの部分の5分足の動きというのは取るに足らない動きというか、そもそも見てすらいない動きということになります。1時間足の世界の住人からすれば、ここの部分の動きは、ヒゲが1本形成されてブレイクはされなかったというふうに認識するだけです。で、1時間足の世界の住人が認識していることというのは、ここの青のラインは1時間足のサポートラインであるということ。このサポートラインからの反発には1時間足レベルの買い手がいるということ。そしてこの1時間足のローソクによって、このサポートラインがブレイクされると、ここの部分の反発での買い手勢力が含み損になるため、価格が再びこのラインまで戻ってきた時には、1時間足レベルの買い手勢力のポジションの解消、つまりロールリバーサルが起きるということになります。相場を構成する2つの要素は価格と時間です。この時間についてはさらに2つに分けることができて、それは時間帯と時間軸となります。時間帯というのは市場がよく動く時間帯のことです。例えば市場のオープン直後から数時間の間は市場参加者が多くよく動きます。反対に昼休みとか夏場のバカンスシーズン、年末の閑散期といった時間帯は参加者も少なくなるので値動きも変わりやすいです。で、2つ目の時間軸ですが、それぞれの時間軸にはその時その時で主役となるプレイヤーがいます。巨大な資金を長期で運用している組織もあれば、短期で運用するヘッジファンドなどもあったりします。そういったプレイヤーがいろいろな時間軸でしのぎを削り合っているのが相場です。ぜひこの価格と時間という2つの概念を意識してみてください。はい。ということで今回はロールリバーサルを題材に押し戻りと時間軸の関係について見てきたわけですが、いくつか重要なポイントがありましたので、それらを整理したいと思います。まず1点目ですね。サポートレジスタンスラインは時間軸をしっかりと意識するという点です。で、これに関しては水平線やトレンドラインを引くときに、どの時間軸のラインなのかわかるように、色を変えるだったり、線の太さや種類を分けるというふうにするといいと思います。それから2点目の押し戻りは時間軸ごとに起きるという視点ですね。今発生している押し戻りはどの時間軸のものなのかを見極める。で、利益を最大化するためには自分はどの動きを狙うのかを明確にするということが重要です。はい。それから3つ目のロールリバーサルによるエントリーなんですが、トレンドラインを割ったからロールリバーサルを待ってロングショート狙いというのもいいんですが、その前に大前提となるのが環境認識だということです。はい。今回水平線とトレンドラインの2つの例を紹介しましたので、動画の内容を参考にしてぜひ皆さんでも検証してみてください。今回の動画に関連して合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。まず1点目はブレイクアウトの見極め方についてです。動画の中でもいろいろな場面でこれはブレイクではないという話をしましたが、ブレイクの見極めに自信がないという方はこちらの動画を参考にしてください。それから2点目がマルチタイムフレーム分析の方法です。環境認識で必要なマルチタイムフレーム分析については、ステップバイステップでの実施方法をこちらの動画で解説しています。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考となります。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。